供に恵まれなかった王と王妃のもとに、ついに女の子が生まれます。喜んだ二人は祝宴を開きますが、ある魔女によって少女は眠り続ける呪いにかかってしまいます。周りの人は非常に悲しみましたが、当の少女は悲しいとは思っていませんでした。なぜなら、夢の世界ではどこにでも行けて何にでもなれるからです。少女は眠り続ける物語を書いた作者に感謝しながら眠りを愛するのでした。再構築されるライブラリの中で、また別の過程をたどった茨姫がすやすやと眠っていた。彼女は世界がどうなろうと構わない。ただ自分の安眠さえ守れれば、他はどうでもいいのだ。それは作者でさえも例外ではない。そんな彼女に吸い寄せられるように、一人の子供がやってきた。黒い影に覆われたその体は左半身しかない。あるべき右半身からはもやが滝のように流れ出している。子供の影が茨のベッドに触れると同時に、茨姫はまぶたを開けてつぶやいた。眠りを邪魔する人は死刑よ。せっかくいい夢を見ていたのに。たとえ王子様でも子供でも、私の安眠を妨害する人は許さない。茨姫の怒りに触れた子供は半分の体で器用に逃げ回っている。その合間に繰り出される攻撃に茨姫はますます苛立った。もうこれじゃ寝られないじゃない。彼女の気持ちに連動して激しさを増す茨が容赦なく子供を襲う。わめく子供に迫る茨のトゲ。しかし触れる直前に、どうしたの？茨は動きを止めると、主である姫の方を見て戸惑うようにうごめいた。まるでこの子供を殺してはいけないというかのように。茨が私の言うことを聞かないなんて今までにあったかしら。眠っていても勝手に守ってくれるのに、あの子供に何かあるの？あの子、見た目は単なるナイトメア。でもなぜかしら、どこか懐かしいような。
私の安眠を妨げた罪は重いけど、私の茨が迷いを見せるなら、きっと何かあるに違いない。少し話を聞いてみよう。ねえ、あなた、言葉はわかる？私は茨姫。眠るのが大好きなの。ぼら。子供のナイトメアは私を見つめると、何度も何度も、茨姫、とつぶやいた。不思議ね。名前を呼ばれるたびに、なんだか心がざわざわする。茨姫。茨姫。なに？茨姫は僕が書いた。まさか、この子は作者なの？あなたは私の作者なの？作者。僕は書いた人。じゃあ、グリム兄弟のどっち？違う。子供は違うと言って、しきりに半分しかない頭を振っている。どういうこと？作者だけど、グリム兄弟ではないの？もう、わけがわからないわ。こういう時は寝るに限るわね。作者だけどグリムではないという子供を放って、茨姫は茨の中にこもって眠り出した。無視された子供は慌てて茨の檻に手をかける。無理よ。この茨は王子様でないと。じゃあ、今から僕が王子様。子供が宣言した途端、茨は姫のもとに導くように穴を開けた。物語を書き換えた。驚く茨姫に黒い影の子供は笑う。それを見て彼女は直感した。この子は間違いなく作者だと。茨姫。なんなの？あなたは何？私の作者だと言うなら名乗りなさい。ペロー。僕はシャルル・ペロー。もう眠っていい？茨姫を世に知らしめたのは2つの童話集だ。一つはグリム兄弟が編纂したグリム童話。そしてもう一つはシャルル・ペローが編纂したペロー童話集。
そう。あなたはペローだったのね。ペローと名乗った子供は嬉しそうにうんうんとうなずいている。でも、どうして半分なの？バカーン！ざっくり。わかるようでわからない。この子は、ちゃんと私の望み通りの話に書き換えられるのかな。イバラ姫は一抹の不安を覚えた。